こんにちは。アニメ紳士です。今回はダンジョン飯第15話への視聴者の反応をご紹介します。こちらのチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。マルシルのケツの重みでいい味になったね。マルシルの才能考えると自力回復じゃねえかな。今日はちゃんとダンジョン飯でよかったわ。よし、良いオチだった。やっぱマルシルの出番があると面白いな。今回一番笑ったかも。石化したまま壊しちゃったらピッコロさんじゃないと死ぬ。この世界に写真があったらマルシルの石化写真でバズれたな。うわ、花粉やだな。ドライヤド変わった色だな。マーシ療養のかぼちゃならあんな色よね。パンプキンだよね。普段食われてるのはスクワッシュ。ああ、花の色をピンクでイメージしてたからなんで黄色と思ったけど、なるほどね。チルチャックの性教育は草。粉木じじいのくだりはカットか。まあそこはよいや。漬物石が一番笑ったわ。こうはなりたくないもんだなの間がもうちょい欲しかったな。あんまりための間を入れないよな。その代わりテンポは良い。面白すぎるだろ。尺足らんから詰め詰め。学校一の才女マルシルは本人に叫んで欲しかったな。アンチされたマルシルさん笑った。意外にも今回は笑える要素が多かったな。石化した仲間を漬物石にするのは草。発想がギャグ漫画のそれ。マルシルさん漬物石にジョブチェンジ。マルシリで漬けた漬物。漬物石にされるマルシルクさ。ドライヤード 2,3 人声優使うんだ。おしべとめしべわろた。やったよいアニメからは。よくぞ詰め込んだわ。原作でひときわページ数多い話なのに回しゃあない。前回、前々回とシリアスで料理もなかったから久々いつものダンジョン飯に戻ってほっこりした。戦士がパン作り会以来の成人キャラだったからまたぶり返しで超人になるかと思った。マルシルの海にさわさわエッチすぎるだろ。チルチャックの性教育悲鳴のタイミング好き。花粉症はつらい。石化マルシルはぐるぐるを彷彿させる笑いで払いたかった。マルシルの扱いにくさ。防ぐことはもうできないから安全に石化するのが大事なんだな。動けるうちに安全なポーズ取らせるライオスの対処法正しいんだな。なんで下着脱がせるのかよくわからないけど石化した後に使うから。形が複雑で安定感なくなるからだろう。生粋のツッコミ師マルシル。この頃作者迷走してたんじゃないかな疑惑。特に変わったようには見えんが。ツッコミの時点でちょっと真面目感がなくなる。安定して面白いな。またギャグベースに戻ってよかったわ。ダンジョン飯普通に面白いな。今期3大アニメこのスバ、ダンジョン飯、ゆるキャン、エクセルサーガ。劇中の絵に騙されてプニプニポエに怒ってしまったのが良い思い出。中盤で唯一の笑いがある回だからなこの回。うせやろ。この後はしばらくシリアスなのか。撮ってるのとことかあるだろう。チェンジリング楽しいやん。マルシェルどこまで行ってもマジマルシェル。夏コミで石化したマルシルのコスプレが大量発生するんだろうな。話進まなかったけどちゃんと落ちて終わった。マルシルは普通に可愛いけど髪型が多彩なのもいい。いろんな髪型見られるのも楽しいし、髪を大事にする意味があるのも好き。マルシルってヘアスタイルがコロコロアレンジしてておしゃれだな。というか30分の間にヘアスタイル何度も変えるとか凝ったことしてるよな。女作者の特徴だな。キドちゃんが意味もなく服装コロコロ変わってたのと同じ。髪型考えるのも描くのも大変だから本当に好きじゃないと描けないからな。マルシルだけで保ってる作品だとバレてきたな。今のペースであと1クールで終われるの無理だってば。無理じゃないかな。ラストは劇場版かもしれん。そういや俺玉湯ではどうなった。石化で下着脱ぐ意味あったのか。肌と肌が密着してる方が強度が増す。あと脱いだのが下着じゃなくて下履き。先週何もしてなかったのに今週はちゃんと飯食って冒険してた。高ランクパーティは戦闘もギャグもこなせる。めっちゃ笑ったわ今回。
シリアス続いたからほっこりした。ちょっとクレヨンしんちゃん的なアニメデフォルメが今後どうなるのか怖い。今後シリアスだったり真面目な話もあるからな。今回は今までで一番笑った。改めてエンディングいい曲だね。やっぱりこの回面白すぎるわ。漬物石商品化しろ。今日のダンジョン飯ざっくりなの笑う。何はともあれ、ツッコミポーズのまま石になるの面白すぎる。漬物石になったヒロインは史上初。レイは花粉をまき散らすドライアド。見てるだけで目がかゆくなりそうなモンスターだったけど、料理にしてみたらすごく美味しそうだったな。B はコカトリスとの勝負。石化するシーン。さすがに面白すぎるし、ライオスの成長もすごい。ドライアドの花粉もコカトリスの石化も世界の危機感を訴えている。まだラリオスたちが探索している場所は危険でいっぱいだ。この階層で彼らは経験を積んでいるとはいえ、冒険者の大変さが伝わってくる。コカトリスの塩漬けの肉は食べてみたいな。いろいろすごいドライアド回と、みんながすごく頑張るコカトリス回。原作であれだけ笑った話が、アニメで1話になってやってきちゃった。めちゃめちゃ笑いました。ドライアドの身のスープと焼いてとろっとチーズが乗っているつぼみは、ダンジョン飯で一番食べてみたいご飯。タイムリーな花粉症。ドライアドは思ったよりセンシティブにはならなかった。魔力切れマルシル色気がある。魔法の授業といい、割と色気マルシルが多い回だったな。邪教の偶像以外は人間こうはなりたくないものだな。まあそれはともかく、まっとうにうまそうな飯が多かったな今日は。面白かった。マルシルのコント役はピカイチやね。笑い。これはもうスキルとか特技と言っても良いかもしんない。それにしてもドライアドの花粉攻撃は恐ろしい。次が年月を経てドライアドになったらと思うと笑い。食べるって生きることなんだな。迷ったライオスたちがあの狂乱の魔術師に打ち勝つことができるとしたら、サバイバルしながら食べて活力を得ること。マルシルの顔芸にも磨きがかかっていて、苦境を楽しく乗り越える彼らに勇気づけられる良い回でした。ドタバタと明るく楽しいが、実は危機的状態で、笑いとしが表裏一体というギャップが面白い。マルシルが体調を崩すと、女の子が好きそうな料理を作る戦士は優しいし、ライオスとマルシルの関係が少し変化してきたような気も。戦士がチルチャックを子供だと思い込んでるのは笑った。未だかつてこんな画面いっぱいの鼻水を見たことがあっただろうか。チルチャックが29歳だと判明した時、戦士その場にいなかったっけ？忘れちゃった。でカエルフって意外といろんな種族と遺恨があったりするんかな。ドライアド料理どれもうまそう。そして今回も戦士のサービスシーンが豊富。笑い。サザエさんのワカメちゃん並みにパンチラしてるし、ライオスに触れられてあのリアクション。やはりダンジョン飯のヒロインは戦士なのでは。めっちゃ面白かった。原作でも好きな回なのでとても良かった。最初の壁に張り付くチル、こんな面白シーンあったっけと思ったら、2コマくらいのところを膨らませたんだな。ドライアド、男っぽいのが雌花で、女っぽいのが雄花なのが面白いよね。前半は戦士の不正なんだか母性なんだかわけわからん庇護欲が発揮される話。花粉症地獄に陥る一行だが、毒じゃないだけマシか。で、モンスター食材で料理を美味しくいただく。料理を食べてるマルシルさんは、相変わらず心では長っていても体は正直だな。へへへ。って感じやね。戦士が未だにチルチャックを外見で判断しているとことか。戦士の若者には飯を食わせれば、脅迫観念じみたところに、何か過去への伏線があるのか、と思うところ。しかし、今回、一番ツッコミ入れたのは、マルシル。そこはありがとうじゃないんかい。です。笑い。マルシルがとてもヒロインとは思えない顔をいろいろやっちゃってたけれど、そもそもマルシルって、この物語のヒロインなんだろうか。前回が1クール目のおさらい兼、新顔見せだったのに対し、今回こそが本格的な2クール目の始まりって感じ。1話からの要素も多い。やっぱりいつものメンツが出てくると安定してて良きですね。ドライアドやコカトリスを相手に、スリリングもコミカルなバトルを繰り広げたりするのが楽しいのです。
マルシルちゃん、可愛くてギャグもやれて、やっぱり有能なヒロインなのです。笑い。変貌する迷宮に翻弄されるライオスたち。ダンジョン要素が深刻化する中、しっかり飯要素で楽しませる。本作の絶妙なバランス感覚に感嘆。何よりマルシルの扱い。ハラハラして、笑って、一方で事態とともに意識の変化まで描かれており、なおも物語の濃度が増していくのが素晴らしい。笑いがあり、独特で緻密でリアルなファンタジー交渉があり、最後にみんなで食を囲んでオチがつく、ダンジョン飯らしいエピソードだった。ファンタジー×異世界×食系の作品がまた発表されてるが、アニメ化が遅かっただけで、本作の画期性はもっと認められるべきだよな。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。